どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、熱帯魚で一番有名な生態といえば何を思い浮かべますでしょうか？アクアリウムをやっている方なら、膨大な数の生態がいるのはご存知かと思いますが、一般の人が知ってる熱帯魚は指で数えるほどです。個人的には淡水のみで考えると、グッピーやベタ、エンゼルフィッシュなどが有名だと思っているんですが、それ以上にアクアリウムの看板的存在の生態がいます。それはネオンテトラです。アクアリウムショップに行けば必ず売っている定番種で、ホームセンターですらネオンテトラがいないところはないと思います。というか、この生態がいないのに他の生態がいっぱいいたら、それは相当マニアックなお店だということですね。ネオンテトラという名前を知らない方でも、赤と青のコントラストが美しい熱帯魚がいるのは知ってる方も多いのではないでしょうか。そんなネオンテトラ、あまりにも有名すぎて、アクアリウム界隈では逆に話題になりづらいです。アクアリウム始めたてだと、安くて綺麗だということで購入する人も多いと思いますが、それからどっぷり沼にはまると途端に触れなくなるイメージがあります。猛者になってくると難しいと言われる繁殖に挑戦したりするのかもしれませんが、価格が安く入手率が高いネオンテトラをわざわざ繁殖させようという人は、逆に沼にはまって抜け出せなくなった人ですね。グッピーのように繁殖が容易で放っておけば増えるような種類と違い、ネオンテトラの場合は産卵から孵化させるまでですら結構大変なようです。水草などに卵を産みつけるのではなく、産卵時にばらまくタイプのため、産んですぐに他の個体に食べられてしまうことが多い上に、稚魚はあまりにも小さすぎて、ブラインなどの超小さい餌ですら食べられません。なので、産卵後、他魚に食べられない環境を作りつつ、稚魚が食べられる目に見えないプランクトンレベルの大きさの餌を与える必要があるわけですね。ここまで聞くと、自然繁殖は絶望的だということがわかります。そんだけ難しいなら、1匹100円もしないし、買った方が早いねとなるわけです。ちなみに、カージナルテトラの場合はもっと大変みたいですが、話がそれるので割愛します。そんな有名で手に入りやすいがゆえに話題になりにくいネオンテトラなんですが、実は自分はその中でも1年以上探し続けているネオンテトラがいたんです。今回はそんな長年探し求めていたネオンテトラをようやく入手することができたので紹介していきたいと思います。ということで早速開封していきます。今回の購入先もいつものペットバルーンです。チンカラといえばペットバルーンということで、かゆいところに手が届くラインナップはさすがですね。いつもと違って梱包サイズが小さいのは、珍しくお目当てのネオンテトラ以外何も購入してないからです。基本的に送料がもったいないからいろいろ一気に買っちゃいがちなんですが、そこはぐっと抑えた形ですね。ということで、一つの梱包された袋が出てきました。一種類なのにしっかりでかい袋に入ってて安心感があります。開封後はいつものように90センチ水槽で水温合わせをします。なんで90センチ水槽にしているのかというと、他の小さい水槽だと水を抜かないと溢れてしまうからです。あと、水量も多いし、なんとなく水温が安定しているイメージがあります。30分ほど90センチ水槽に浮かべたら、袋を開封していき、水合わせを行います。生体購入時はいつも無事に届くかドキドキなんですが、開けた時に元気な姿を見るとほっとしますね。あとは点滴法で水合わせをして終了です。
ということで、今回紹介する生態はこちら。スーパーロングフィンネオンテトラです。価格は1匹1980円。ヒレが超長いネオンテトラの改良種です。ペットバルーンにも書いてありましたが、長らく問屋からの仕入れがなかったようで、ようやくの購入となりました。自分が最後に見たのは去年の1月くらいだったと思うんですが、その時は行きつけのショップで1匹3000円超えで売られており、その価格に躊躇して購入できず、あの時買っておけばよかったと1年半後悔してたわけです。本当に全然見かける機会がなくて、入荷を今か今かと待ち望んでいました。今回はいつ入手できるかもわからないので、ちょっと奮発して4匹導入です。スーパーロングフィンネオンテトラは2007年に日本に輸入され始めたネオンテトラの改良品種です。すべてのヒレが伸長しており、ベタのような優雅さを感じさせる姿になっています。いつもいろんな改良品種を作出しているドイツで生まれたもののようで、2000年代に入ってから輸入されたということで、比較的新しい種類の生態です。本来1匹30円程度のネオンテトラにしては破格の値段で、ロングフィン個体1匹だけで通常のネオンテトラが100匹買えちゃうレベルですね。おまけに現在は改良が進んでおり、ゴールデンネオンテトラのロングフィンタイプやダイヤモンドネオンテトラのロングフィンタイプなども作出されてるみたいです。未だに見たことはありませんが、手に入れる機会があればぜひ買ってみたいですね。ちなみに今回購入した種類はロングフィンネオンテトラの中でも特にヒレが長いとされているスーパーロングフィンということでとても長いです。なので買い込むことでもしかしたらもっとヒレが伸びるかもしれません。ただ今回購入した4匹はすべてがっしりとした体格なんで、どこまで伸びるかは謎です。基本情報はほぼネオンテトラと変わらず、最大体長4センチ、適正水温20から26度、水質は弱酸性から中性、餌は人工飼料から生贄まで幅広く食べてくれます。ちなみにヒレの長さまでを全長とするなら、最大体長は5から6センチになるそうです。飼育難度もネオンテトラに準拠しており、初心者でも飼育しやすい生態です。ただ、ヒレが長いため水流にはやや弱く、入り組んだレイアウトだとヒレが傷ついたりする可能性もあるので注意が必要です。また、気性の荒い生態と混泳させる場合は、ヒレがボロボロになることもあるので、混泳させる生態も少し気を使う必要がありそうですね。それ以外で言うと、ネオンテトラ同様、白点病にかかりやすかったり、ネオン病という集団感染して一気に広まる厄介な病気もあります。基本的には飼育しやすい部類に入るので、価格さえ許容できれば初心者でも飼育できる生態だと思います。見てもらったらわかる通り、通常のネオンテトラとは段違いでヒレが長いです。ちょっと色飛びしてて体色が薄いですが、ネオンテトラらしい赤と青のコントラストは見ていて綺麗ですね。それでは早速導入していきます。最近はこんな感じで、出ていくというより出ていかせる感じになってますね。導入直後の映像がこちら。カメラを向けたことでびっくりしてしまったようで、ウォーターローンの森に顔を突っ込み始めたので撮影中止。落ち着いた翌日以降に撮影することにしました。驚かしてごめんなさい。ということで、導入翌日の映像がこちら。さすがに慣れたようでゆったり泳いでますね。見てもらったらわかる通り、導入直後よりもしっかり色が出てきてて綺麗です。ネオンテトラは自分も定番種すぎて今まで飼育したことがなかったんですが、カージナルテトラ同様、
赤と青のコントラストはとても綺麗です。カージナルテトラの場合、赤のラインがお腹から尻尾まで比較的まっすぐに伸びているんですが、ネオンテトラは赤色がお腹の手前で切れているので、カージナルとは結構印象が変わります。正直ここの差に関しては甲をつつけがたく、好みが分かれるところですが、どちらも自分は綺麗だと思います。導入翌日からこれだけの発色をしてくれるので、さすが人気な種類だけあるなと感じますね。自分もカージナルテトラを導入して熱帯魚の綺麗さに惹かれたタイプなので、安価で入手できるネオンテトラは初心者からするととてもありがたい存在です。このスーパーロングフィンの場合は、尾ひれの付け根あたりもうっすら赤色がついており、さながら金魚を見ているようです。尾びれ、尻びれ、腹びれ、胸びれすべてが伸びていて、優雅な印象を受けます。そして一番驚いたのは脂びれです。脂びれとは、カラシン系の生態が多く持っているヒレのことで、背びれと尾びれの間にあるヒレのことを指します。よく見てもらったらわかると思うんですが、尾びれの少し上あたりにぴょこっと飛び出ている部分があります。観察してて思ったんですが、ここのサイズは結構個体差がありますね。おそらく脂びれも他のヒレが伸長していくにつれて大きくなっていくものと思われます。正直何の機能があるのかはよくわかりませんが、カラシンのシンプルでもあるヒレが大きいのはなんかいいですよね。というか、これだけヒレが長いとグッピーのように泳ぎが苦手なタイプかと思っていましたが、そこはネオンテトラ、だいぶ俊敏に動きます。水流に弱いというお話でしたが、そこまで過剰に心配する必要はなさそうですね。まあ、通常のネオンテトラよりも水の抵抗を受けやすいのは事実なので、弱らない程度に対策するくらいでいいと思います。ホバリングする感じではないですが、ゆっくりその場に留まっている時の美しさはピカイチです。特に止まると背びれがピンと立つので、それだけで印象が全然違います。メダカとかもそうですが、ヒレが長いのはドレスを身にまとっているようでいいですね。ちなみに現在の体長は4匹ともほぼマックスサイズといった感じで、一番大きいやつはネオンテトラ特有のでっぷりした感じになってます。自分はあまり生体の体格とかは元気であれば気にしないタイプなんですが、このスーパーロングフィンネオンテトラの場合はできるだけ太らせない方が綺麗に見えそうです。ネオンテトラはカージナルテトラに比べて体高が出やすい種類なので、餌のやりすぎには注意したいですね。サイズはマックスですが、まだ若い個体であればヒレは伸びると思うので、もっと伸ばせるように育成していければと思います。ということで、1年半待ち望んでいたスーパーロングフィンネオンテトラを導入することができました。なかなか店頭に並ばなかったので、ショップに通うたびにいないか探し回ってたんですが、これでその呪縛から解き放たれそうです。このスーパーロングフィンのおかげで、ネオンテトラなどの定番で安い生態の美しさを再認識することができたのも良かったと思います。普段カージナルテトラを見慣れている自分からすると、似ているネオンテトラでもだいぶ印象が違うので、新鮮で見ていて飽きません。4匹しかいないので、いきなり病気で全員落ちたりする確率も低いと思います。数が多いと集団感染する病気のリスクが跳ね上がるので、高価な生態の大量導入はドキドキしますね。自分が見た感じ、ロングフィンネオンテトラはペットバルーンが入荷したタイミングと同時期に他のショップでも扱い出したようなので、もしかするとまだ販売しているお店があるかもしれません。この動画を見て気になった方は、ぜひお近くのショップで探してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。